今日はポテトナゲットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はポテトナゲットを作りたいと思います。はい、ということで今回はサクサクもっちり食感のコンソメ味のポテトナゲットを作っていきます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、顆粒コンソメ、黒胡椒、おろしにんにく、そして揚げる時に揚げ油を使用します。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもですね。今皮付きの状態で約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そして味付けですが、今回は顆粒コンソメ、黒胡椒、おろしにんにく、こちらの3つで味付けをしていきます。これはですね、お好みで塩だけでもいいですし、あとはカレーパウダーなどもおすすめです。お好みでアレンジしてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、じゃがいもの皮を剥きます。はい、そしてじゃがいもの芽も取り除いてください。はい、OK です。このように綺麗に皮を剥いて、さらに芽も取り除きましょう。では残りもね、同じように皮を剥いて芽を取っていきます。はい、このように皮を剥いてください。そうしましたらこちらを一口大の大きさに切っていきます。はい、OK です。そうしましたらこちらのじゃがいもはボウルに入れます。そしてこのように水に5分ほどさらしてください。そして軽くアク抜きをします。さらにですね、じゃがいもの変色も防ぐことができます。はい、5分経ちました。そしたらね、一度こちら水切りしてください。はい、OK です。ではここにふんわりとラップをかけましょう。ここにね、1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で5分から7分ほどじゃがいもが柔らかくなるまで加熱していきます。はい、5分加熱しました。そしたらラップを取ります。一度ね、竹串で刺してください。これでスーッとね、竹串が通れば OK です。まだね、硬い時はプラスで1分ずつ加熱してみてください。ではこちらをね、まずマッシャーで潰していきます。この時にね、潰してちょっと硬いなと思ったら加熱してください。ちょっとね、今硬かったのでもう少しだけ加熱します。またラップをして追加で1分加熱したいと思います。はい、今1分加熱しました。またラップを取ります。本当にね、熱々なのでやけどだけには注意してください。ではね、潰していきます。できるだけね、滑らかになるようにしっかりめに潰してください。はい、OK です。しっかりめに潰してください。それではここにコンソメと、あとは片栗粉、そしておろしにんにく、あとは黒胡椒を加えます。黒胡椒の量はね、お好みで変えてください。そしてこれをね、しっかりと混ぜ合わせていきます。はい、でこのように混ぜてる時にちょっとパサついてる時は少しだけね、お水を加えてください。これはね、じゃがいもの水分量によって変わってくるので、混ぜてみてからパサつくような時はちょっとずつお水を入れて調整してください。あんまり入れすぎるとね、柔らかくなっちゃうので注意してください。またこねます。はい、OK です。このようにひとまとめにしてください。目安としてはこうやって指で触った時に指に全くつかないぐらいですね。そのぐらいになるまで調整して混ぜてみてください。今ね、少しまだ熱い状態なので一旦粗熱を取ります。粗熱を取る時は乾燥しないように上にピタッとね、ラップを貼り付けてください。手で触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。触れるぐらいになれば OK です。そしたらですね、まな板にラップを敷いて、そして出します。はい、これをですね、丸い棒状にしていきます。このようにコロコロ伸ばしていきましょう。ある程度伸びたらラップを外して、あとはね、こうやって手で伸ばしていきます。もしね、手にくっつくなっていう時は手に薄くね、サラダ油を塗ってみてください。ちょっとね、まな板が足りなくなったらこれ半分ずつ作っていきます。また伸ばします。
はい、OK です。このぐらいですね。だいたい今ね、2、3センチぐらいですね。このぐらいの幅になるように棒状にしてください。そしたらね、あとは包丁でだいたい2センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切りました。そうしましたら続いてフォークを用意してください。フォークでこちらのじゃがいもを潰して、こんな感じでね、このように模様をつけます。では残りもね、同じようにフォークで潰して模様をつけていきます。ちょっと潰してね、だいたい厚みが1センチぐらいになるようにしてください。はい、こんな感じです。それではね、もう一つも同じように作っていきます。はい、OK です。今回は全部で25個できました。こちらは大きさによって変わってくるので目安にしてください。それではフライパンで揚げていきます。まずね、フライパンの底から1センチぐらいの油を注ぎ入れてください。はい、OK です。そしたら火にかけます。今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の端からプクプクプクっと泡が出るぐらいです。そしたらここにやけどしないように入れていきましょう。これで全体がカリッとするまでだいたい5分ぐらいですね、揚げていきます。時折ね、転がしながら揚げていってください。はい、今ね5分ほど経ちました。このようにいい揚げ色がついて、さらに表面がカリカリになれば OK です。取り出します。これはね、揚げる量とかによっても変わってくると思うので、様子を見ながらね、揚げ時間は調整してください。はい、このようにカリカリに揚がりました。もうサクサクですね。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにサクサクに仕上がってます。ではこのまま油を切ります。はい、これでポテトナゲットの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにサクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。もうね、外がすごくサクサクで中がもちっとした食感に仕上がってます。味で言うとポテトチップスのコンソメ味にそっくりです。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポテトナゲットのポイントです。まずじゃがいもなんですけれども、皮付きの状態で約 300g 使うようにしてください。中ぐらいのじゃがいもだとだいたい3個分ぐらいになるかと思います。じゃがいもは一口大の大きさに切っていただいて、5分ほど水に浸して、その後水を切ってから加熱してください。加熱時間に関しましては、電子レンジの種類とか、あとは切り方などによっても変わってくるかなと思いますので、様子を見ながら加熱時間は調整していただけたらと思います。今回みたいに最初竹串で刺してスーッと刺さっても、いざ潰してみると結構硬かったりする時もあるので、その時はね、潰してからでも大丈夫なので、もう一度加熱してみてください。そうすると潰しやすくなると思います。そしてじゃがいもはですね、結構しっかりめに潰すようにしてください。そしてしっかりじゃがいもが潰れてから片栗粉と、あとは味付けをしてください。この時にちょっとポロポロしてなかなかまとまらない時は、今回みたいに少し水を足してみてください。この水なんですけれども、足しすぎると柔らかくなってしまいますので注意していただけたらと思います。こちらはじゃがいもの水分量によって変わってくるので、調整して入れていただけたらと思います。そしてひとまとまりになったら、あとは伸ばしていただいて、だいたい 2、3センチぐらいの幅に切って、そしてフォークで押しつぶしてください。だいたい厚みがね、1センチぐらいになれば OK です。あとはね、もう油でカリッと揚げるだけなので、とても簡単です。そしてこの揚げ時間もですね、焼き色と、あとは表面がカリッとするまで揚げていただけたらと思います。今回味付けはコンソメ、黒胡椒、あとはニンニク、こちらの3つを使ったんですけれども、こちらはお好みでカレーパウダーとかね、あとはガーリックパウダーとかアレンジもいろいろ楽しんでみてください。そして揚げてる時なんですが、揚げてる時は油跳ねに十分に注意して揚げるようにしてください。こちらなんですけれども、冷めてしまった時は一度トースターで焼いていただくとカリッとした仕上がりになるかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はポテトナゲットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。